諸国百物語第10話。下野の国にて修行者亡霊に愛しこと。昔、一生父母、生涯にわたり戒めを守り、女との交わりを持たない僧が、修行のために下野の国に下る途中、日が暮れてしまい、泊まれる宿もほど遠く、とある野原で一夜を明かそうと、経念仏を唱えていると、どこからともなく、笛の音がかすかに聞こえてきた。僧はこれを聞いて、このような里からも遠く離れた場所で、笛の音とは怪しいことである。と、不審に思いつつ、なおも念仏を唱え続けた。すると笛の音は、だんだんと近づいてきて、見ると、年の頃16ばかりの若者が、笛を吹いている。その様子は大層気高く、古の歌人、有原の業平もこのようであったかと思いやられる様子であった。僧はますます不審に思い、このように人もいない野原に、それも夜更けになって現れるのは、化け物に相違いない、と思い、真言だらにの呪文を唱えると、その若者は、ご僧は何故、このような場所に一人でおられるのか、と僧に問うた。僧は、旅に行き暮れてしまい、ここで一夜を明かすところです。あなたは一体何者で、なぜこのような場所へおいでになったのか、と恐ろしく思いながらも答えると、若者はその様子を見て、ご僧は私を化け物だと思っておられますね。決してそのようなものではございません。このような清らかな月の夜は、笛でも吹いて心を慰み申すものです。どうぞ気遣いは無用です。共に私の屋敷に来て今日の宿としてください。と言った。そうも怪しいとは思ったものの、化け物であったのなら、ここにとどまったところで放ってはおくまいと思い、共に連れ立って行き、とある場所に行き着くと、そこには大きな城がそびえ立っていた。二重三重の門、堀を通り、奥へ誘われるがままに入っていくと、きれいにしつらえた座敷に出た。若者は、ここにお入りください。と言って座敷に招き入れ、干した飯を取り出して振る舞い、その後お茶などでもてなし、ここでゆっくりとお休みください。私はこの障子の奥で寝ております。長旅でさぞお疲れのことでしょう。と言い、丁寧に話をして奥に入っていった。僧はいよいよ不審に思い、目が冴えて眠れず、夜を明かしていると、ほどなくして夜も明けてきた。すると何やら大勢の人々が集まってきて、ここに怪しい坊主がいるぞ。何者だ。この守りの厳しい城内へどこからどうやって忍び入ってきた。捕まえて拷問にかけろ。と言って詰め寄ってきた。僧は驚いて、
皆様、お待ちください。と言って、昨晩から起こった収支を語ると、皆は驚いて、涙を流した。そうが、涙の訳を尋ねると、皆が言うには、そのことであります。この城主の若君が、去る20日ばかり前に、風邪をこじらせて亡くなられたのです。去年15歳でありました。笛が達者でございまして、いつも笛を吹いておられた。それで、寒竹の笛を仏前に備えて、茶頭両句を手向けておりましたが、さては若君の亡霊が、ご葬を尊んで、お座敷までお招きになったのでしょう。この上はしばらくここにとどまって、若君の菩提を弔ってください。と言って、城主にその旨を申し上げ、この僧を留め置いて、様々に馳走し、もてなした。ということである。